皆さんこんにちは、宮城です。先日のイベントの疲れがまだまだ抜けませんけども、頑張ってやっていきたいと思います。それについてはですね、動画の最後の方でちょっと、映像と例を申し上げたいと思います。それではですね、今日は、新進党の開祖である、水心子正秀でございます。新進党のみならずですね、日本刀そのものを代表するような、刀鍛冶の一人でございますね。ただこの水心子正秀についてはですね、刀の出来不出来に、少し差があると、目を見張るような傑作もあれば、平凡な作も多いというふうに、言われることもあるんですね。水心子正秀ほどの名称がなぜそのように言われてしまうのか、これには何か事情がありそうですので、現物と出典を交えて調査していきたいと思います。さあでは小難しいことは抜きにしてこの実物の刀の方を見ていきましょうか。いい刀とそうでもない刀があるというのであれば、この刀はどちらかという話になりますよね。ちょっと見ていきましょう。姿でございます。非常に先幅が狭くてですね、反りもあって、なんとも古めかしい、古道のような雰囲気を感じていただけるかと思いますけども、それもその通りでですね、水心子正秀がいわゆる刀剣復古論ということを再現しそうみたいなものを、提唱した後の作品なんですね。それについてですね、また、刃文の方を見ていくと、よりじゃあどこの刀を再現したのかということがですね、分かっていくと思います。見ていきましょう。刃文はですね、片落ちグムという小備前を狙ったような刃文になっております。なかなか人気の刃文の一つですよね。しかしながら焼きが低くてですね、この刃文の位置が低くてですね、早寄りに寄っていて、なんとも正秀が目指したその実用的な、ことらしい、刃文になっておりますね。自分としてもですね、このようなことを模した姿、それから刃文というのは好きな部類の刀ですので、なかなかいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ただこの刀のようにですね、この刀剣復古論を目指した後、提唱した後のですね、正秀の刀は、一般的にはあまり評価が良くないとされています。美術的な面で見て、それ以前のですね、正秀の刀に比べると、若干見劣りするというふうに、いろいろな刀剣書を見てもですね、そのように記載されることがたびたびあります。じゃあこの刀は傑作なのか、それともそうではない、先ほど言ったようなあんまり評価が高くない刀なのかというと、ですよね。刃文も華やかかつ焼きが低くていいなとは思うんですが、めちゃくちゃ出来がいいとはちょっと言えないですよね。っていうことを正直に喋ってるとですね、また刀は売れないんですけど、セールストークは下手なもんでいかんですね。商売向いてるのかな。いずれにしてもですね、この水心子正秀ほどの人物がどうしてこのような出来不出来があるというふうに、言われてしまうのでしょうか。それについてですね、いくつか理由があるようです。明治生まれの関東家でですね、川口昇さんという方の著書でこの辺りの内容についてですね、触れられています。この方も随分、正秀のことを研究されていたようです。水心子正秀はですね、新進党の棟梁、それから一大教育者としてですね、当時から名声を得ていましたが、一方でなんとかの神とかいう持領はありませんよね。図領名がありません。無為無官で、収入も下級武士と同等程度であったというふうに言われてますね。で、その上、正秀の奥さんとこの貞秀、これ両方ともですね、病弱で、病気が多かったんですね。実際2人とも、正秀よりも早くこの世を去っています。そんなこともあって名声とは裏腹に正秀の請求というのはですね、窮迫していたというふうなことが記載されていますね。
そしてこの水心子正秀は多くの刀剣書を執筆し、100人余りの弟子がいたというふうに言われていますから、彼らの面倒も見ていく必要があります。その中で弟子に刀を打たせて正秀が命を切るという大作ですね。これが正秀晩年の頃に多かったので、確かに命は、水心子正秀の命だけれども、刀としてはまあ普通の出来、凡作というふうに書かれてますけどね、そのようなものが多いということなんですね。この他にも正秀の弟子の貞秀や秀代が大作を行っていたと刀剣博物館や九州国立博物館のキャプションに記述があります。以上のことから水心子正秀の刀に出来不出来の差があるのは経済的な窮迫と100人以上の弟子を抱える特殊な環境の中での弟子による大作が原因の一つであるとなります。ただですね、川口さんはこの著書の中で、これは水心子正秀だけが弟子に刀を打たせていったわけではなくて、末備前の刀工にしても忠義にしても、それから虎鉄助弘、みんなそうだと、芸術家にしても工芸家にしてもアシスタントがいるのは当たり前で、そしてもしこのように弟子が打って師匠が命を切るというのが悪いという人がいれば、私はその人に刀剣を愛好することを中止せよと忠言するということまで、言及されてるんですね。これはなかなか手厳しい意見ですけども、確かにそうかもしれないなと私も今回感じました。そういったこの正秀の背景を知った上でこの、刀剣復古論語の刀ですよね。これを見るとまたやっぱり違った趣で、見えてくるものです。この刀を通してですね、古刀に原点回帰しようとした正秀の意思そのものを、見る必要があるのかもしれませんね。彼自身もですね、美術的な見どころが少なくなるのは承知の上で、自分の評価が少し下がるのは承知の上で、それでも未来のために、日本刀というものをもう一度見直さないといけないということをした人ですから、やはりその意思はですね、忘れてはならないのかなというのを改めて感じますね。刀剣復古論後のその刀の評価が低い、美術的な評価が低いっていうのはそれはそうなんですよ。どっちみちそうなんですよ。古刀はもちろんその美術的な要素はおまけで、基本的には実用本位で打ってるもんですから、そりゃ古刀を再現しようとすれば必然的にですね、美術的な見どころは少なくなっていくので、美術刀剣として出来が悪いと言われてしまうのであれば、それはもうむしろ正秀の狙った通りのところに行っていると、ことに近づいていると言えるのではないかなと個人的には思いますね。この脇出しに関してはですね、長さもある程度あって、それから姿も良くて刃物もいいですから、そしてこちらがですね、何より素晴らしくいいので、気になる方はですね、私のホームページの方から、詳細の方をご確認いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、水心子正秀の回でございました。日本刀や、刀鍛冶、昔のものに関しては特に、深刻化してしまうんですけれども、やはりその時代の影響ももちろんありますし、それから個人で見た時のその生活の状況というのも、鑑みてですね、やっぱ刀っていうのは見ていかないといけないのかなっていうのを今回ですね、この川口さんのお話を見て、私も改めて肝に銘じたというところでございます。最後になりますけれども、三島大社の即売会にお越しいただいた方々ありがとうございました。遠方からですね、来ていただいた方も何名もいらっしゃいまして、本当に、感謝しかないというところでございました。イベントとしてもですね、非常に盛況のうちに終わりましたので、大成功と言っていいのかなというふうに思います。それでは今日はこのイベントの動画を流しながらですね、動画の方を終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。